気温や海面の上昇、大規模な干ばつ、変わりゆく風景、気候変動にうまく適応することが次第に重要になってきています。適応するとは、テクノロジーを駆使して解決策を見つけることです。例えばスマートシティの構築や水資源管理の改善。しかし植物や動物の中には古くからの解決策によって変動に適応しているものもいます。進化です。進化的適応は通常数千から数十万年のスケールで起こりますが、急速な気候変動で起きる洗濯圧が特に強い環境下の下では適応的進化が早まる場合があります。この数十年で多くの植物や動物や昆虫の生息地が移動し、体の大きさや開花期や繁殖期が変わってきています。しかしこの多くは過疎的変化で、遺伝して動植物の特性を変えるものではありません。そして環境に対応するために生命体が遂げる生物学的変化には限界があります。科学者たちが種の DNA に刻み込まれ、遺伝が可能で世代を超えて継続する種の保存の鍵となり得る進化的変化の事例を探しているのはこのためです。例えばモリフクロウ。30年前北ヨーロッパで冬の森を歩くと、モリフクロウの声は聞こえても姿は見えなかったものです。それほど見つけにくい鳥なのです。背景の雪景色に溶け込んだ羽の色に気づくことは不可能に近いほど難しかったでしょう。今やその風景は大きく変わりました。1980年代以来、気候変動で大幅に降雪量が減りましたが、その姿が見つからないのはモリフクロウが茶色になったからです。この種では茶色は優性遺伝ですが、歴史的には劣性遺伝の薄灰色系が優勢だったのは、狩りの際身を隠すという有利性があったからです。しかし雪の減少によりカモフラージュの働きをしなくなり、最近灰色系は自然選択に押され数が少なくなってきています。茶色をしたモリフクロウの子供には、雪のない森ではその色は利点となり、茶色のモリフクロウが繁栄しているのです。他にも同じようにここ数十年で気候変動に順応して進化を遂げている種がいくつかあります。ピクチャープラントモスキート。食虫植物の皮、温暖な気温に便乗し、冬眠に入る時期を後へ後へとずらすよう急速に進化しています。国家系と非国家系の数が同じぐらいだった二門天島の人口が今やほとんどすべて非国家型になっています。熱の吸収しすぎを防ぐためだと考えられています。一方カラフトマスは温暖な水に適応して壊れやすい卵を守るため早い時期に産卵します。洋種イブキジャコウソウの初湯の産出量が増えているのは、温暖化で繁殖した草食動物から身を守るためです。急速な気候変動に対して進化的適応をしている約20種のこのような動植物が確認されています。それにはカミツキガメ、アメリカアカガエル、タデ、ウラギンモンオオセセリなどが含まれます。科学者は地球に存在する870万種の生物から温暖化に適応し進化をしている種をもっと発見しようとしています。地球の豊かで貴重な生物多様性のほとんどの種にとって進化は解決策にはなり得ません。その代わり多くの種は人間の力を頼り変化する環境を生き抜かなくてはなりません。そうでなければ絶滅の危機となります。幸いにも私たちはその手段を有し、世界各地で気候変動に対応した保護区の特定と保存が進められ、移動可能な種をもっと適した地に移すプロジェクトが行われています。既存の公園や保護地域も定期的に調査され、野生生物が気候変動適応できるようにしています。幸運にも私たちは人類の未来を守ってくれる地球のこの素晴らしい生物多様性の多くを保存する力を持っています。私たちの自然を保護し保存することは、どの国、企業、コミュニティにとっても優先事項です。具体的な手順を知り、実現するために今すぐ取り組んでください。edo.ted.com/earthschool